はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、大相撲、動画その3ということで、その2ではですね、えっと、そうですね、お相撲さんの番付、ランキング階級についてちょっとね、調べてみたので、ということで説明していったんですけれども、横綱は、降格は、一度になると降格はないんですけど、成績が良かったり、成績が良くなかったり、あとですね、故障で休場が続く場合は、自分から引退するというのとか、大関、2番目の位ですね。2場所、2つの大会で連続優勝するか、それに準ずる成績を持つと、横綱にランクアップする。で、3番目の関脇に関しても、3場所連続33勝以上、平均で11勝以上したり、あと審判の部、ですね、がふさわしい力量があったり賓客があれば大関に昇格するぞというところをね説明したんですけど、ちょっとね金額の優勝賞金とかの話をしてなかったんで、ちょっとそこへまず続きから言うと、まずですね、一つの大会場所のことですね。これで優勝すると1000万円の賞金が入ります。そして懸賞金というのもありますね。2組ですね、もらえるそうですけれども、ですね、あとは巡業手当というのもあったりしますね。あとは三賞、関東賞とか技術賞とかなどになりますね。あとはね、持ち給金というのも入るそうです。持ち給金というのは累積ボーナスみたいなもので、連続で勝っていくと、さらにボーナスがどんどんついていくような形で、これは勝ったその場所ごとにもらえるんじゃなくて、最後引退するときにその金額が付与されるそうですね。退職金みたいな感じですかね。で、今日はですね、ちょっと金額とランクの話をしたんで、今日場所について話します。その場所というのは、要は大会のことなんですけど、年に大きな場所、本場所というんですけれども、6回あります。一つの場所で15日間連続で行われてですね、15番取組というんですけれども、取り込みというのは一つの試合ですよね。で、皆さんですね、お相撲さんは8勝以上ですね、この一つの場所で8勝以上、つまり勝ち越しですよね、を目指して頑張ります。8勝7敗だと、全部で15試合やって、勝ち越してますもんね。で、本場所は年に6回なんですけれども、まずですね、年の初め1月にあります。1月は東京でありまして、これはね、初めての場所なので、初場所と呼びます。場所も決まってまして、両国国技館ですね。東京の両国ですね。3月ですね、次。大阪です。大阪の春場所と言います。春にやってるんで。エディオンアリーナ大阪、大阪府立体育会館ですね。5月、東京、また東京です。こちらも夏場所になります。両国国技館でやって、7月は名古屋場所と言いますね、そのまま。これはドルフィンズアリーナという場所であって、愛知県体育館でやるそうです。9月は東京、また東京に戻ってきます。これも秋場所と言いまして、場所も両国国技館です。で、11月、最後1年の締めくくりは11月で福岡ですね。九州場所になります。福岡は九州のエリアになるので、九州場所になると言われるんですけど、福岡国際センターというところでやりますね。で、地方というのは東京じゃない場所ですよね。福岡とか名古屋の場合は、こういった場所、大会はよりお祭り感があって、地域でもすごい盛り上がりを見せるそうですね。そうですね。で、場所。そう、こんな感じでですね、場所、大会というのも決まっているんですね。で、両国国技館の場合は、これはもう完全に大相撲のための、場所なので、
土俵というのは常にあるんですよね。ただ、大阪、名古屋、福岡、その地方大会、地方場所に関しては、その開催場でですね、毎回土俵を作り上げるそうです。その会場は作らないといけないですね。でその相撲がやってない時は、他のスポーツやってたりするので、なので土俵作りから始まるそうなんですね。ということですね、今日は場所についてお話ししましたけれども、若干やっぱね気になっているのは国技についてですね。相撲は日本のもうナショナルスポーツだと思われてるんですけど、その国技とも呼ばれてますよね。でも他に剣道とか弓道とかそういった武道とかねにも柔道とかもそうですね。日本のスポーツだと思われてるんですが、そういったのは国技に入るのかどうかもうちょっと気になるんで、よければね、ちょっと次の動画でちょっと調べてみて動画にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。